皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、玉木です。よろしくおはい、願いしお願います。します。スポーツのことを6月からずーっと取り上げてやってきて、はい、パラリンピック、パラスポーツ関係のことは1回だけ過去にはい、取り上げて、はい、やりましたね。取り上げさせてはい、もらったんですけれども、その時にゲストとして出ていただいたはい、星野京子さんに今日もやってきてもらいました。はい、星野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京デフリンピックは大成功に終わったみたいですね。どうなんでしょうか。なんか観客動員すごく多かったんですって。そうですね。はい。観客、11月の15日から26はい。日までの12日間で、観はい。客は28万人ということで、もともと当初予定、目標が10万人だったということなので、はい、非おー。常に予想を上回る、大反響だったという数字では、はい、大きな反響だっすたと思います。ごいですね。3倍近い人数でって、私残念ながら行けなかったんですけれども、テレビなんかの放送で、ニュースなんかでも、放送されまして、それ見ていると、入場料は無料だったみたいですうん、ね。そこにたくさんの方が来られて、それこそ整理に大変に追われるといううん、ようなことがニュースでありましたけど、そんな感じだったんですか？そうですね。はい。東京都内の、会場、サッカーは福島県の J ビレッジ、それから自はい。転車は静岡県で行われましたが、それ以外ははい。東京の体育館などを使ったので、若干、会場のキャパシティがそれぞれちょっと異なったりしたので、非え常に混雑した会場はあったと聞いていますが、そうえ。いうニュースが流れたこともまた逆に、行ってみようかしら無料ならっていうような、そういう観客の方も増えたんじゃないかなと感じてなるいます。ほどね。それで、端的にお聞きしますけど、成功だったって言ってよろしいんでしょうか？ はい、まず第1回、はい、日本での初開催としては成功だったと思いますし、はい。認知っていうものがこう広がったという意味では第一歩として大きかったかなと思っています。なるほどね。後ほどまた詳しく、デフリンピックのことについて聞きたいと思いますが、今日はもう一人、ゲストを呼んでおりまして、長田渚さん、よろしくおはい。願いします。よろしくおよろしくお願いしま願いします。す。で、長田さんはスポーツゴジラの編集長として、デはい。フリンピックの特集を、始まる前にやっておられたんですよね。はい。それで、この表紙を書かれている南辛坊さんが、はい。この表紙でこの顔を描いて、この男は誰だっていうふうに書いてあったんですけれども、はい。これは実はデフリンピックを始めたフランスのユジェーヌ・リュバン・アルクさんとはい。いう方で、はい。この本で私もデフリンピックの勉強をちょっとしたんですけれども、はい。びっくりしたのはデフリンピックというのはパラリンピックやそれから、スペシャルオリンピックなんかよりも古い歴史持ってるんですね、これ。うん、そうなんですね。はい。知らないことがたくさんあったと思うんですが、そうです。南さんは本当そう。とても、その人の顔が描きやすい、いい顔だあ、と言って、ぜひ表紙にと思われたようです。おー、そうですか。はい。それで、そのデフリンピック関連のことで、日本スポーツ大賞を毎年毎年選んで、このスポーツゴジラで選んでおられるんですけども、スポーツライで、2026年の日本スポーツ学会大賞、これはい。の授賞式が1月24日にありまして、はい。その時の受賞者の方が、武見正久さんというはい。方に決まったということで、このはい。武見さんという人はどういう方だったんですか？はい。ろう学校の長い間の教諭でいらして、うへなおかつん、陸上競技のスタートの時、お耳が悪いと、ドーンっはい。て聞こえないですよね。はい、はい。ですから、ライトでパッとして走り出すんですけど、
その開発と普及に尽力をされた武見正久さんが第16回の日本スポーツ学会大賞に選出されました。ああ、ですから、そうですか。は武い。見さんの表彰式と、それから武見さんの講演会がごはい。ざいます。で、まあ、え、去年は王貞治さんだっそうたので、ですね。は王い。さんは、社会貢献21からやってらっしゃるとはい。いうことで、誰でも知ってる王さんだったんですが、今回はちょっと知名度としてはあんまり知らないという方が多いとえ思うので、ぜひお越しいただきたいし、その人がどうしてこれを作ったのかってはいうのい。もありますから、それからなおかつ、インクルーシブですね、最近流行りはい。の言葉では。要するに、カール・ルイスが耳が聞こえなかったらスタートできたのかっていうこともあると思うのなるで、ほど。そういう意味で革命的な装置をはい。心を込めて作ったという方なので、うぜひおん。越しいただきたいなと思います。なるほど。この東京デフリンピックのニュースなんかでも、その陸上競技でクラウチングスタートやるときに、はい。その顔の前になんかボックスのようなものがちょっとあって、そこでライトがつくんですよね。それを見そうです。てスタートするという、それを開発した人が武見正久さんとはい。いう方で、表彰式とそれと講演があるんですけれども、来年、今年ですね、1月24日、2026年6の1年ですね。月24はい。日に、筑波大学の東京キャンパスではい。行われると。これは15時30分からですね。ぜはい。ひとも多くの人が来ていただきたいと思いますが、星野さん、はい。この武見さんという方はご存知なんですよね、星野さんは。はい。よく存じています。日本え陸陸上競技協会の事務局長などもやられていて、もはい。現場でもお会いしますし、実は昨日デフ陸上、デフリンピック感謝イベントというのを都内で行いまう、して、はい、はい、こちら取材に行ったんですが、はい、竹見さん、竹見先生とよく、ろ学校のはい、先生なのでお呼びしてますが、もいらしていて、はい。今回の受賞をとても喜んでおられました。ああ、そうですが、これ、ここで、デフリンピックの話をちょっとお伺いしたいんですけれども、やっぱりどうなんですかこれは、順位を競うというのか、その、パラリンピックというのはどちらかというと、リハビリから始まったっていうのがありますよね。ただ、そのデフリンピックというのは、デフの、アスリートというのは、オリンピックに出場してもいいんですよね、別にね。これはどのような大会で見られたという感じですか、星野さんは。あどのような大会で見られたというのはすみません。一般のスポーツ大会と全く変わらないのか、それともやっぱりデフリンピック、耳の聞こえない人というので特別な感覚があったのかっていう、そういうことを聞きたいなと思ったんですけど。はい、わかりました。はい。そうですね。やはりデフアスリート耳が聞こえない、聞こえにくい選手たちということで、先ほどもスタート、ピストルの音が聞こえにくいので、えランプを使うっていうお話ありましたが、そういう形で、視覚情報ということが、会場にできるだけ情報保障をするとえ、いうえ会場の失礼になっていましたし、なので、やっぱり一般的な、大会の会場からすると少し、静かな環境え、かなっていうとああ、ころは、音としてですね、少ないっていううん、ところはあったと思いますが、はい、基本的に競技会場としては非常に、もう、普通のというか、はい、はい。その大会という形で、はい、高いレベルの、パフォーマンスがいろいろ見られたかと思います。なるほどね。これ日本の大選手たちは、金メダル16個もはじめとして51個のメダルを取って、これはまあ、国別で比べるものかどうかは知りませんけれども、ウクライナに次ぐ第2位の成績だったというこうん。となんですよね。はい。こ、この数っていうのも、金メダルの数、それからメダルの数っていうのも初めてだったそうですね。はい。もう圧倒的に史上最多を更新しました。あ、そうですが。ただ、私が、ニュースなんかで知って残念だったなと思ったのは、金メダルを目指していたサッカーが、男子が最後にトルコに負けて2位になってしまったと、女子はアメリカに負けて2位になってしまったと、少し残念だったなと思ったんですけれども、どうなんですかね、このあたりは。そうで、でもサッカーに関しては男女とも
初めてのメダル獲得になりますので、ああ、日本そうですか。としては、はい、決勝トーナメントに出るっていうことも初でしたし、ええ。っていうことを考えるともうかなりな健闘だったと思いますし、うん。ただ選手たちは本当に悔しそうにはしていました。ああ、そうだったですはい。ね。また2年後にワールドカップがあるので、そちらで絶対にリベンジするんだっていうことを男女とも誓ってました。ああ、そうですか。それは、デフサッカーのワールドカップとあと、いう、それが2年後にあるということですね。そうですか。どうなんでしょうと、星野さんのその感覚で喋ってもらって結構なんですが、一般のマスメディアの報道というのはどうだったんですか？これで十分だったんでしょうか？なんか僕なんかはもう少しやってほしいなと思って見れなかったなという気がしてるんですが、どうですか？そうですね。やっぱり、テレビの生中継だとかっていうのが、その前に9月に行われた世界陸上などと比べると、はいはいはい。なくて、競技全体をこう、まあ、テレビとしてこう放送するとかっていうのは少なかったのは残念だなとは思いましうん。たけれうん。ども、まあ、メディアの数は初開催ということもありましたし、またさっき歴史のお話もありましたけど、デフリンピック創設からちょうど100周年にあたる記あ、念の大会でもありましたのはいはで、い。そういう意味ではすごく、まあ初めてということもあって注目度も高く、連日選手たちはこれまでになくびっくりするぐらいのメディア対応をしなければならないうん。というか、すごく選手は戸惑いつつも喜んでくれた感じはありましたし、うん。やっぱりこれだけ反響があって、会場にもお客様たくさんいらっしゃったっていうことは、あの、うん。十分かと言われると、いや、もっとって言いたい。なるほど。かなはい。り盛り上がった方かなとは思いました。なるほどね。長はい。田さんはその東京デフリンピックをどのように感じておられました？駒沢陸上に行ったんですよ。駒沢競はいはい。技場に。で、駒沢競技場は陸はい。上競技ですね。そうです、そうです。はい。そのスタートのランプも見たかったし、はいどんなはい。風に見えるのかっていうのもありましたし、それから砲丸投げで、金メダルを取りました、はい。湯上さん。この人の予選を見に行ったら笑っちゃうんですけど、ええ。SNS で見ていったら13時からスタートって書いてあるのに、行ったえらもう終わってて、それで予選終わっちゃってて片付けてたんですよ。結え。構ね、いろいろ不思議なこともあってですね。えそれで、え。1600メートルのリレーなどを見て帰ってきたんですけど、はい。なかなか、どうしたんですかって言ったら、あ、終わりましたみたいな。13時スタートでしょって言ったら、あ、終わっちゃったんですみたいな。なかなか不思議な時差があったのかなとも思いましたし、それから柔道会場もすごくて、まあ、ええ。ちょっと寄ってみようという方もお客さんで多かったんだと思いますはいけど、はいはい。4時間待ちでっていうおっとっこともありとっましたよ。とっとっと、おあ、客さんそうです。ものすごく見えたんですよ。あそれで受あ。け入れ側の方がびっくりしちゃって、こんなにええ。見えるみたいな。そういう、柔道というのはどうなんですか？武道館でやったんですか？どこでやったのかな？東京武道館です。武道館で、はい。はい。でも、まあ、行く方も、それから来る方も、なんか、受け入れ体制もびっくりみたいなことが、ああ、なるほどね。4時間まあ、待つんなら帰りましょうみたいな方もいたし、残念でしたよ。なかなああ、か。そうですか。まあ、はい。それも、なんて言いますか、嬉しい悲鳴と言ったらいいのかそう、どうかそう思いわからますね。ないですけれども、初開催ということで、いろいろあったみたいですね。これ、星野さん、アジアとしては、これ、台湾とかトルコではすでに開催していて、アジアでは3回目になるのかな、そんな感じですよね。そうですね。はい。そうですね。それでまあ今、長田さんの現場報告あったんですけれども、大志野さんは現場行かれて一番感じられたのはどうだったですか？私はやっぱり陸上競技場、駒沢はい。競技場にいることが多かったんですけれども、まあ、ええ。駒沢は、あと他に、体育館の方ではバレーボールがあったり、はい。ハンドボールがあったりして、まあ、かなりこう、たくさんの競技を一気に見られる会場ということもあって、やああ、はりこう、なるほど。ただバレーボールなんかはもう人気ありすぎて、長田さんが、お話にもありましたが、もう溢えれちゃうぐらいなえ。はい、はい。会場の一つうん。だったんうですけれども、ん。あの、え、でも、陸上競技場だけ取ってみても、駒沢競技場でこんなに人が埋まるんだっていうぐらあいの、あ、特に長田さん、さっきお話あった湯上選手、円盤投げの湯上選手のはい。決勝の時は、本当にバックスタンドの方も、お客さんがたくさん入っているようなおー。形で、とても
びっくりしましたし、陸上競技だけで全部で5万7千人ぐらい、全部うん競技、あ期間を通して入ったというのは聞いていますので、そこは大きかったです。あとは、えっと、このデフリンピックに向けて、はい。聞こえない、聞こえにくいアスリートに応援を届けよう。応援っていうとスポーツの応援、声の応援が大きくなります。ああ、はい声はいはい。がなかなか届きづらいということで、これは東京都すごく工夫をして、はい。手話言語をベースにしたサインエールっていう応援のはい。形を新たに開発したんですね。今、小田さんやってますが、これ、こうするんですね。手話の拍手で、このままうん。拍手して前にバーンって出す。これで、いけーっあてあ、いうあ意味なんですけど、こういうサインエールを開発をして、それをあ、は各い。会場で、もう一般のお客さん巻き込んで、選手たちにうん。応援届けようみたいな。で、これはやっぱり日本人、一人で応援するより、みんなで一緒に、応援あするっていあ、うはいはい。人にも、やっぱりくすぐったのか、もう各会場、本当にサインレールで盛り上がっていて、で、選うん。手たちはやっぱり、目で見て、うん。応援されてることをすごく実感ができてよかった。それから、あとは、それは海外の、やっぱり外国の選手たちも同じはい。ように、応援されてるっていうはい。ことを感じてくれたようで、とても好評だったんですね。で、これは、なるほど。一つ新しい形、応援の形、関係のはい。形として、レガシーとして残っていけるのかなと思うと、ようん。かったかなと思いました。今やってたこの形というのは、これは手話に合った形ではないんですね。新たに作ったんですか？そうです。これあは、このキラキラ、これあ、ははい。日本手話の拍手なんですね。はいはい手はい。打つんじゃなくて、これではい。拍手なんですけど、ここから前にバッと前を、手を前に出して、ああ、なるほどね。いけあみたいな、こういう形がいくつか何パターンかありまして、あ、手話ではなくて手話をベースに、動きやすく、伝えやすくっていう、そういうことで、デフのアスリートも入ったりしながら、ローシはい。ョン中心に、もう、数年かけて開発をして、ああ、お披露目されて、そして本当に成功したことの一つだったと思います。なるほど。長田さん、これはい、やってこられたんですか？ そうです、そうです。それで、やっぱり聞こえない方っていうのは一般の人間に見えにくいですよね。要は、目が悪いあと杖をついてるとあ、か、わかります足が欠ね。損してるとか、すごくわかりやすいのに、はい。耳がっていうのはちょっとわかりにくいっていうところあるんですけど、はい、は何のい。ことはない。このゴジラを一生懸命配るのに、これ差し上げたいんですっていうのを書いて見せれば、おうって喜んでくださって、ああ、ちょっと書あけばいいわけですよね。どうあ、ぞとか、うん。ああ、いや、なるゴジラほど。で、デフの特集してます、どうぞっていうふうにすれば。だからこっちうん、の歩み寄りみたいなものも、とっても温かく、う受け止ん。めてくださる方、観客の中にもデフの方たくさんいたので、はい。これは発見でした。ああ、なるほどね。そうですね。長田さんが今言われた発見でしたっていうのは今、私が聞いていて初耳でしたって言いたいですけれども、はい。星野さん、やっぱりそういう広がりっていうのができたっていうのは一番大きな、レガシーかもしれないですね。そうですね。はい。やっぱりなかなか手話だとか、ろう者って今、お里さんおっしゃったように見えなくて、選手たうち苦労ん。して、でも、会話している中で、問い返せなかったりして孤独を感じるようなこと、でも気づいてもらえないというのがすごく大きなこれああ、までの課題だったなるほとど。はい。思いますが、今回のデフリンピックでこれだけ聞こえない人たちもいっぱいいうん。るんだということが、広がっていく、デフリンピックの認知度も、3年前は15、6%ぐらいしかなかっはい、たのが、はい。今年の初めで40%近くまで増えて、多はい、分大はい。会が終わって、この後、調査をしたらまたもっと伸びているんじゃないかと思うなるほようになって、そこはやっぱりろう者だとか、ど。うん。手話とかっていうものへの注目度っていうのも、上げるための大きな大会だったとは思います。なるほどね。星野さんは、それこそ、なんていうんですか、視覚障害者のマラソンの伴走者から始められて、そのパラスポーツの取材をずっと続けてこられた中で、デフスポーツと言っていいのかな。そのスポーツ、取材というのは、
どちらかというと少なかったかもしれないと思うんですけれども、パラリンピックの中、パラスポーツの中で考えたデフスポーツの今後のありようっていうのはどうなんですかね、これは。そうですね。やっぱり、まだまだ、パラリンピックに比べると認知度ってまだこれからになってうくると思いん。ますので、やっぱりこの盛り上がり、せっかくのはい。盛り上がりをここで止まらせないというか、ここを本当に第一歩として、どんどんつなげていくことが大事っていうのは、パラリンピックにも言えることですはい、が、はい、はい。強く思います。で、選手これ、たちもやっぱりお話聞いていても、もうとにかくここがスタートでこれ終わりじゃないよっていう、ああ、な満るほど。足してませんっていう声がやっぱりすごく強いので、そこは、つなげていけるように私たちも頑張りたいなとは思います。なるほど。次は4年後どこかであるってもう決まってるんですかこれは。はい、つい最近発表になりまして、次は、ギリシャ、はい。アテネで、アテネですね。ああ、そうですか。はい、発ね表になりそれました。はそこにまた、こう、つながっていくような、流れができればいいですよね。ね。そうですね。今回も、初めてに、全部で21競技はい。実施されましたが、はい。日本代表としては初めて全部21競技に選手を送ることができまはい。した。で、はい。例えば、これまで4競技が、全くゼロだったんですけれども、はい。レスリング、テコンドー、ハンドボール、射撃、こちはい。らに関しては、選手普及、まず探すところから始めなあきゃいけないあ、はので、い。はい。東京都が主催をして、デフリンピックチャレンジトライアウトっていうことで、全うん。う国かん。ら候補者を募ってですね、もう初心え者なんかもいたらしいですけれども、はい。はい、そこから、えーチーム編成をしたり、はい。代表が全部で10名で代表、このチャレンジ、トライアウトから選ばれたんですけども、そのはい。中から2人がメダルを取ったり、おー。初心者も含んでチーム作ったハンドボールが一勝できたりとか、本当にああ、なるほど。第一歩としてはあったので、そういう、今回のことをちゃんと踏まえて4年後に向けても、また新たに強化、このまま進んでいくといいなっていうことをすごく願いなるます。ねこれもう新たにこう、なんて言いますか、デフスポーツの地盤ができたというか、日本の中で、それが広がっていけばいいですよね。そうでそうですね。すね。はい。長田さんどうですはい。かこのデフスポーツの、日本での未来というのはどんなふうに感じられますかうん。私もわからなかったんですけど、後えろ側にいたりするとダメなんですよね。だから前え、に行って、後ろ側だと見えにくかったり、聞こえにくかったりして、前に行って、こうですっていうふうに言うと、おーみたいな、あその口も読んでもらえるし、あ、はい。ですから横で何か言ったり、後ろで何か言ったり、私たちは平気なんですけど、あそあ、れもちょっと練習になって、ありがとうっていうのも、ありがとうっていうふうに言いながら、そういうふうにああ、やったりすると、すごく喜んでくれたりするから、こっちも嬉しくなって、またありがとうって言おうと思ったりしますよね。なるほど。でもそれはあれですね、新しいコミュニケーションというよりも、そうです。はい。丁寧なコミュニケーションというか、うん。普通にそれをやった方がいいかもしれないなという、後ろからおーいとかなんか勝手に呼ぶよりも、きちんと前に行って挨拶しましょうというのは、一般的にもいいことかもしれないなと思って今聞いてそう。たんですけれどね。少し気をつけるようにすれば、全然問題ないんだなと思って、ああ、なるほどそれも良な。かったですよね。なるほどね。はい。わかりました。星野さんはどうですか未来の日本のデフスポーツについてどのように思っておられますかこれ。やっぱりデフリンピックが注目されたことで、さっはい。きパラスポーツの中のデフスポーツってお話ありましたが、はい。例えば NTC に、ナショナルトレーニングセンターですね。これはい。までデフリンピック、デフアスリートを使はい。えなかったんですけれども、うん。東京おー。大会に向けて、ナショナルトレーニングセンターが使えるようになったりして、はい。あと、それからよくオリパラ一体なんて言われますけれども、はい。オリンピックの代表選手ですとか、オリンピックの監督、コーチさんが、今回デフリンピックのチームのコーチをやったり、それからアドバイザーに入ったりなどと、そういう形で交流ができたはい。りして、やっぱり強化にすごくつながって、この51個という史上最多のメダルにもつながってるのかなと思うと、やっぱりデフ大会を
開催したことによって、デフスポーツがやっぱり大きく一歩進んだと思いますし、これは、いいサイクルとしてどんどんつなげていきたいと思います。なるほどね。そうですね。一番大事なのは、そのいいサイクルとしてつながっていくということが、できて、生まれて、発展していくようにというのが、これは一番素晴らしいことだと思いますね。長田さん、何かございますか最後に？いや、ともかく今回、あの、地味だっていうふうには言われたんですけど、日本はい、はい。スポーツ学会の表彰っていうのは一つ大きな一歩になると思うんです。なるほど。で、それはやっぱりみんな来てくださる、称えてくださる方が少ないと寂しいと思うんではい、すよね。はい、はい。ですから、どうぞ来ていただいて、わかり定員ました。200名なんで、はい。玉木さんにも小崎さんにもはい。星野京子さんにも会えるよっていうふうわに、かりました。玉木さんのスポーツジャーナリズムを聞いてらっしゃる方が来てくはい。ださるといいなと思います。そうですね。1月24日と午後3時半から、筑波大学東京キャンパスで行われますね。これ、筑波大学と東京キャンパスというのは、これ、地下鉄と茗ヶ谷駅、降りたら目の前にあるというところですよね。あそれはちょっの、と大げさで4分ぐらいです。いや、綺麗な、並木道を歩いて抜けたらあるっていう感じですね。はい、そうです、そうです。そこで、武見正久さんという、デフスポーツ、デフ陸上のスタートのライトを開発された方の表彰式と、それと、講演があります。ぜひとも私も講演聞いてみたいですね。どのように工夫してやったのかというのを。それで、行われますから、1月24日、ぜひとも来てください。ということにしておきましょう。星はい。野さん、最後に何かありますか？デフスポーツ締め、一言。本当にこれ終わりじゃなくって、スタートはい。として、皆さんにデフスポーツ、もっともっと注目して楽しんで応援してほしいですし、はい。プラスパラリンピックの方もよろしくお願いしあ、ます。そうです。はい。それじゃあ次はパラリンピックの話、次回はでまたお会いしましょうということはい。で、今日はこのぐらいしておきましょう。星野さんも長田さんありがとうございました。失礼します。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、パラリンピックと日本のパラスポーツの未来を考えるのエピソード2、ミラノ・コルチナパラリンピックに期待することはです。引き続き、星野さんと長田さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。